で、犬らしい。帰りに寝室にベロン、この4つの玉に封じ込めて来ないよ。ダミー 3.0 ぐらいだってる。いや、うるせえ。あんさ、うちのメスやめてほしいんですけど。奥歯ガタガタ言わす。犬だし総理はアスカラフレ出てきた。うるさいですけど、キャンプがめっちゃ可愛くて、このちょっお前は胸でおにぎり食ったんか。初恋やね。セクシーアピールな。クラスの男の子が告白されたい。と胸ぐらつかんじゃう。やっぱ年頃になりたいわけじゃない。部屋の全部、部屋の全部、部屋の全部、全部いい匂いした。声が嘘。助かる。始まった女子会なんですけど。なんですけど。はい、ドライブに来ておいでるスバル、そしてホロライブ5期生の顔が感じるキャメラミン、そしてホロライブ3期生のノキオナキシ白金ナイル、そして資料ね多分ですよ。実際に見てないんで多分になっちゃうんですけど、多分家は幽霊めっちゃいます。ものすごい人数いるんですよ。中にちょっとずつ。でも取り付いてるわけじゃないから家にいるのかな。この家いる。ということでようこそホラーハウス。来ちゃったホラーハウスって言ってから他湯以外で初めて人が来た。ー。ほんとマジ？困っていることがあるんですけど、スバルの家がホーンデッドハウスということが知れ渡っちゃって、ホロメン誰も遊びに来てくれなくなっちゃったんですけど、でもね、一人だけね、無視して来てくれるやつがいるんだよ。誰だと思う？猫又って言うんだけど。猫又さんはね、ホラゲーとか苦手らしいんだけど、割とね、お化けは大丈夫らしくて、この前もね、遊びに来てくれたんだけど、最初の一言目が、おっせー、除霊しに来たよー。何お前、強すぎて笑うわ。なんなんあいつ、なんであんな強いの？ノリ軽すぎて笑ったんだけど。今日は何をするかというと、無知力をね、高める会をしたいと思います。ということで、どうですかお二人は女子会とかされますか？ホロライブで女子会してるやつなんておるん？嘘でしょ？チョコ先生ぐらいしか思いつかないよ。女子会じゃないの二人は。でもほら、お生会でさ、あれ女子会なの？女子が集まって会議したら女子会なんじゃない？女子会じゃなかったの？ちょいちょいね。そこではどんな話してんの？仕事の話やんな。そう、最近どうって言って。もっと夢のある話をしてくれよ。やっぱ女子会って言ってもね、我々分かんないわけですよ。なので、ちょっと、女子会のね、トークテーマを集めましたので、こちらにね、答えていきたいと思うんですけど。なんだよ、言いたいことがあるから言ってくれていいんだぞ。すごいね。ちょいちょいビブラートかかってるの。そっちなんだ。けどじゃないんだ。ビブラートかかってる。すごいよ。圧でブワーン。やっぱそれであれなのかな、空気を浄化してる。やっぱりね、女子会といえば、初恋やねということで、初恋をね、ちょっとキャピろうよ。初めての恋、初恋。いや、そう、文字のまんまよ。まずはちょっと見本としてスバウから行こうよ。お願いします。前は、初恋は、犬で、よかった。めんどくせえのがやっぱりちょっとヒヤヒヤした。すげえいかつい犬がいて、怖っとか思ってたんだけど、怖いドキドキがかっこいいなってなったの。犬と釣りマス効果？それはどうですか？それを受けて。いや、でもそれなら、だってさ、やっぱそれ釣り回し効果ならしゃあない。犬と恋に落ちてもしゃあない。犬だしな。犬だしな。犬だしな。スバルがいきなりさ、普通に、なんかかっこいいクラスの男の子が、今横で今なんかすごい柔道みたいなの見せたね。胸ぐらつかんじゃうかもしれない。怖いんだけど真ん中やめてもいい？いや、むしろ真ん中に行ってもらいたい。壁になってほしい。ちょうどいい壁ね。ラミちゃんはちなみに。ラミちゃんって言うなって。ラミやって。ミちゃんのが距離近いんやって。自分の中で。うんじゃあ来ないよ。まだ合わない間にラミ 3.0 ぐらい乗ってる。違うのよ。それは自分の中のアップデートが全然終わってないのよ。これが最新のラミなんだ。これは最新よ。これに慣れてって。バージョン変わったからな。ずっとこんな感じ？ずっとこれだよね。この2年くらいは。2年くらいはこのラミーです。この2年で一体何がラミの初恋どうでした？ラミは男の
子がヒーローのアニメの主人公で、幼稚園ぐらいの時にそのアニメ見てめっちゃかっこいいなって思った。どういうところがかっこいいと思ったの？スーパーヒーローのとこ。世界の人の平和は俺が守るみたいな、かっこいい。じゃあ結構守ってもらいたい派なんや。いや、自分が守れるなら自分が守りたい。強い男に憧れはある。キリトにも憧れてたから。キリト人気すぎるやろ。キリトになりたかったの？なりたかった。でもアスナになっちゃったの。俺がキリトみたいな感じにアクターが言うから、ほな、アスカじゃない。エヴァンゲリオン出てきちゃった。誰よそいつ。ソウリュウアスカラフレイ出てきちゃった。マジで久しぶりに会ったから誰ってなった。嘘でしょ。ねえ、ラミーお前嘘だろ。団長は6歳ぐらいの時に再放送でランマ2分の1にハマってシャンプーってキャラがいるんよ。シャンプーがめっちゃ可愛くて、シャンプーガチ恋ってこと？ガチ恋。だからシャンプーで好きなキャラ固定されてるから青い髪が好きなんよ。あれ？可愛い髪？今日は壁じゃなかった。だるー。だからラミーがデビューした時はなんかめっちゃ可愛い子来たって思って最初見て、あ、可愛い子やなって思ったらこうなっちゃった。可愛くなっちゃった。ごめんな。次の後輩の青い髪に行きたい。これスバルに聞きたいんだけど、指示中とかコメント欄に可愛い子怒れないわけ。どうやってんのさ、普段。おいおい、スーバーちゃんそっちじゃない。右だって右。ちょっとそういうのやめてほしいですけどって言ってる。可愛いよ。これは例えば「は？」みたいな「お前もうええわ」とか言ったら怖いやん。だから「やめてほしいんですけど」茶を濁してる。前スバちゃんとコラボした時に一時期実況プレイに悩んでると、怒りプレイをしちゃった。でそっからは指示コメないかも。そんなことある？多分もしかしたら団長一時期切れまくってたせいで排除された。指示する層がいなくなったってなっちゃったんかも。可愛く注意して指示中するわ。ノエルさ、ここ宝箱見逃してるやん。ノエル買ってみろって。あんさ、団長は視野角 0.3 なの。別のメス、そう。全然可愛くないじゃん。どういうこと？ノエちゃん、視野角 0.3 なんだとぶちのめすぞ。使ったことあるでしょ。ラミーは指示中さばきうまいイメージあるよ。そうそう。ラミーは最近はうるせえっつってる。もうダメだ。スバルさ、今から指示中するから。ラミーちゃん、そこの村人にさ、いや、うるせえ。ねえ、コンマ0秒。ラミーに何を期待してんだよ。最近ね、ラミーね、音ゲーをやってるんですよ。音ゲーがあまりにも下手すぎて遅延を疑われてるの。してないの。本当に純粋に下手なの。だから遅延してるよ。してないから怖いだろ。あんまりにも指示がわーって湧いた時は、ちょっと待って、雪肌ラミーの楽しみ方は分かってない。雪肌ラミーはどうやって楽しんだらいいの？ど下手くそで沼ってるゴミみたいなプレイをにこやかな心で見るっていう指示しても無駄なの。言う通りいかない。そういう通りどうせできないから、それを見て楽しんでほしいけど、コラボしてる相手とさやってる時に向こうにめっちゃ指示中が湧いちゃってすごいへこんじゃったのよ、相手がね。そういう時はマジで奥歯ガタガタ言わすと。普通に切れてるよね。怖いよ。一番可愛いじゃん。やめてほしいですけど。これやってみて、ラミーも。わかんないんですけど。歯がないよ。ノエちゃんやって、ノエちゃん。うるさいですけど。下からやってきた。フォロメンの中で付き合うなら。そんなここやん。ラミーってたまじゃん。スバちゃんは推しであるから、推しはやっぱ後方で腕組みたいのよ。やっぱ年頃になりたいわけじゃない。あんまり聞かない表現きた。いいよ別にラミーでも受け止める準備はできてる。自信満々だよ。マジでこの3人の中で付き合うならにしよう。で、ちょっと一人ずつアピールポイント出してこアピールポイントね。いいんですか？う。いいよ。何出そうっつってる？あ、でもな、ラミーのアピールポイントよりもさらにアピールポイントでかい人がいるからな。だってお前もしかしてそのアピールポイントってセクシーアピールよな。いつでも出す準備はできてるよ。今日もう出ちゃってるし、なんだったら。この中で付き合うなんでしょ？ノエル一択じゃない？ねでかいんだもん声が。え。でも配信外でこのボリュームで喋んないから。その点で言ったらラミーの方が声でかい。ラミーとさ、前に散歩行ったやん。散歩行った時も、ちょい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 とか言うから、ちょっとこれバレちゃうよ。なんでちょいちょいちょいって言ったの？普通に会話してる時にちょい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 。なんだろう。なったの？いや、それ、美味しいご飯の線で行くとさ、美味しいご飯のせい。つい美味しいご飯ライン。チョコ線とかさ、とか、料理うまい人と付き合ったらね、どうしな。面倒見の良さ一択だと、ポルカとかね。面倒見はいいけど面倒も見ないといけないけど大丈夫。でも、
も、なんか、絶対しっかりした人がいいから。大丈夫だよ。いやいや、ちょいやばい、この二人声ちょっと大きいからな。ここ二人でさ、住んだらさ、会話やばそうだよ。ずっとうるさい。うわっつって。高音質貫通されてる。ラミも貫通者だよね。貫通者ですね。だよね。マジで声がでかい。ここからは、ただの女子じゃありません。ただの女子じゃない。なぜ我が家に来たのか。なんでですか？ホラーハウスに興味があったからですね。まあちょっと、実は、この家、放送でまだ行ってないんだけど、つまりこの家の中で2箇所怖いなって思う場所があって、そこはマジでいるらしいのよ。そこがどこか2人には当ててもらいたいなと思って、普通に家なのにな。じゃあ、1人ずつ。じゃあ失礼いたして。吸い取ってきて。でもこれ企画だからどこでもいいですよね、見ても。ちょっと待って。おい、やめろ。この人大丈夫？いやでも企画だからさ。おいおい、何を、常時て何を見ようとしてんの？部屋の全部、部屋の全部、部屋の全部。どうだった今日実際来てみて。何も感じない。いい家でしょ？いい家だよ。そうなんだよ。いい家なんだよね。でもここじゃないってことだもんね。それはどうかな。ごめんごめんごめん。あれれれれれ。あった？こんな感じかなっていう。こんな感じ。ちょっとじゃあ行ってきて。分かった、行ってくる。ここでさ、揃ったらやばいよね。でさ、嫌な感じとかしてないでしょ？うわ、ない。そうなんだよ。こことここかなと思った。じゃあ一人ずつ行きますか。そうしますか。脱衣所と、意外とキッチンとかにいたり。霊感ないかわかんないや、でも全部いい匂いしたっていう。正直寝室入った時にいい匂いした。ふわって女の子の匂いと思って。女子の匂いがした。あそこね、キャンドル焚きまくってるの。おしゃまあね。キャンドル焚きまくってて、つまり。違う違う。れお焚き上げみたいな。この真横。嘘正解。物置。あ、物置は思った。あそこちょっと開けてしまう。ってなった。嘘、なったことない。でもここはマジで、団長言ってないかも。ちょっとチラッと見てみ。めっちゃ怖い。怖いよね、そこ。怖いそこ。気づかんかった。そこはね、スバルも怪しいと思ってて、ミラーボールでもつけるから。霊感ないけど、ゾワってしたわ。マジで私は切れてるから。お化けに？うん。なんで？ふざけんじゃねえでしょ。スバルが、知恵の発揮だから、ここに住むようになってた。なのに、勝手に上がり込みやがって。そうだよ。ちょっとは明るくする努力をしてほしい。もう一箇所どこなの？寝室。これ多分、スバル寝るとき、あんま服着ないから、どういうことどういうこお風呂に入るじゃん。なんかそのまま暑いから、出てそのままお姿でみんなと？ってこと？スバルの裸を見ようぜのいやー、許せねえ、幽霊。今日は、ノエタンを連れてきたのは、除霊だって、やっぱね、お化けってさ、エッティなものが苦手ってらしいから、もう帰りに寝室にベロンっつって。ヨッシーみたいなベロンじゃないんだから。でもラビー考えてくれ。推しなんだよ、スバちゃんは。推しの家でベロンなんてできない。推しのために除霊するでも、ラビーも一緒にベロンするから、この4つの玉に封じ込めて、うちらのマンションに開放しに行こう。スバちゃんの役に立てんなら。そうよ。3人でベロンする？やばいだろ。今日はさ、ラミになんて言われたの？なんかホラーハウスだよって言われて、でもお化けは性的なものに弱いよって言うから、ほら、ノエルやん。ノエルをさ、性の化身みたいになったのやめない。ノエちゃん割とスバルの中で清楚なイメージある。推しの前でも清楚でいたいんだ。ごめんごめん。壁字が出すぎてる。じゃあ、この後よろしくお願いします。はい、ベロンします。除霊しような、みんなで。します。パッと見て、何にも霊感ない人間がちょっと怖いって思うのはマジだわ。ねえ。スバル今日一人で寝るんですけど。裸になって寝ないと思う。そうだね、一旦ね。この3人のチーム名を決めておきたい。共通点がある何かがいいじゃん。除霊組元清楚。ビッグスリー。ビッグスリーいいやん。どうですか？声がでかい、おっぱいでかい、おっぱいでかい。じゃあビッグスリーのボスね。センター。本日いただくのはサソリ。ちょっと光って混ぜんのやめてもらっていい？ドラえもんだから今。あ、ドラえもんか！みんながされたい告白のシチュエーションを話して良き回としようよ。つまりは学校から帰ってる時に分かれ道の手前で告白されたい。
何気ない日常のねそう中でやっぱ二人っきりの感じがいいかな。観覧車とか観覧車一緒に乗るってもうねえ、あれ結構20分30分あるっしょ。もし初手の部分で告白されて断ったらいい。なんか頂点のところとかで告白されて、あでもごめんなさいってなったら後半がクラウドの悪口やめてもらってなんかないの？キュンとする仕草とかないの？うちのお父さんがお父さん父の日に中学生ぐらいの時にあげた香水を今でもずっと自分で買って使ってくれてるんですよ。大事にしてくれてる。それはキュンとする。そう考えるとお兄ちゃんが車運転するの好きで、運転がうまいのいいなって思う。自分免許持ってるけど運転できないから。免許持ってんの？持ってるよ。今度ドライブ行こうよ。それじゃあペーパーは怖いぞ。ペーパータクシーで行こう、タクシーで。タクシーでドライブ意味わからない。ここ最近何キュンとした？最後にキュンとしたのはやっぱり資料がいるよって言われた時です。心臓がいや、もうそれで締めよう。ということで本日もありがとうございました。ではおつびっくりスバルの中で定期的にラミちゃんに会いてーってなる瞬間があるわけよ。事の発端はお宝マウンテンやって、そこでラミちゃんしか愛せないみたいなやつを見たときに、ラミやっぱいい女だなと思ったんよ。でスバルもさ、いい女になりたいなと思ったわけだからさ、ラミに連絡取ってさ、ねえねえラミ、スバルもラミみたいないい女になりたいからちょっとイロハ教えてくれよ、コラボしようよ。でそしたらさ、ラミがさ、まずは雪花ラミの情報をアップデートしようなって帰ってきてさそれはほんまにごめんって。なんかそしたらオフコラボするみたいな流れになったわけ。お前スバルのホラーハウスに来てくれるのかラミって、スバルはねすごい淡い期待を抱いたの。一応スバルの家今ホラーハウスって言われてんだけど、ラミちゃん大丈夫そう。そしたらラミが、何それお化け出んの、逆に行きたいまであるみたいなこと言ってて、ラミありがとうスバル嬉しいや、ずっと一人だったんだこの家に。でもまあこういうことなんだよねつってミコチの番組の切り抜きを貼っといたわけ。しばらくしてラミーから、怖いからノエル連れてっていい、オナマンで幽霊分散させるわとか来て、おい怖いんじゃねえか、友達が占い行きたいよーだったから占いかって言って家のことをね聞いてもらったんだけど、そしたら占い師さんが、ちょっと今すごい寒気がとか急に言い出してはぁみたいな、ふざけんなよ、その寒気がするような家に住んでる人いるんですけど、でなんかその人がねすごいね親身になって話してくれる。まあ当たってようが当たってまいがいい人だなと思って見てたんだけど、そんなことよりもスバルはその占い師さんのおばあちゃんだったんだけど、胸元にもう信じられないぐらいの米粒がついてて、お前は胸でおにぎり食ったんか一つ二つとかじゃないよ、胸におにぎり投げつけられてるやん。もうそれに気づいてから全然話が入ってこなくて、怖がらなくて大丈夫ですよ。森塩などをして、いやいや米粒やばいって、スバルが最近リビングで寝てるんだよねみたいなこと言ってたタイミングがあったの覚えてる？あれはベッドルームが怖くてリビングで寝てたの。でも気合でベッドルームで寝るようにしたんだけど、もうどうしよう、お化けが出てきたら怖いってなって、でなんかやっぱり幽霊っていうのは性的なことに弱いっていう情報だけ知ってたから、もうやるしかねえと思って初めて有料のエッチな ASMR 動画買ってそれ流しながら寝たわ。そしたら霊感ある友達がいて、友達がめっちゃ爆笑してて、マジでそれ意味ないよみたいな。最近イライラすることあるともうすぐに全部家に幽霊がいるせいにしてお化けに八つ当たりしてる。うまくいかないこととかあると、ふざけんなよお前らさってめっちゃ八つ当たりしてる。居心地の悪い家にしてる今。どう？こっちのが ASMR より効くかな。結局何が言いたいかっていうと、お化けハウスって言われてエッチな ASMR 動画流して寝てたけど全然効果がなくて笑われて切れてえーんってやってたら、なんで変質者の幽霊っていないのってホロメンに言われて怖くなくなったよっていう話まあ夏だよね、これもまた夏です。ラミーがさ、すげえセクシーな服を着てきてて、マジですごかったぞ。ラミーセクシーすぎて正直、ずっとスバルはおっぺいが気になってた。そしたらラミーが驚かせたくて着てきたみたいなことを言ってて、やれやれ、みたいな気持ちになった。でもね、あのね、服はね、完全に除霊されたな、あれ。刺激強しだな、あれは。団長がガン見したって言ってた。いや、なんか違うんだよ。もうね、見せてるとしか思えない。あの服
見ようと思わなくても見ちゃうの、あの服。でもラミーもね、ちょっと驚かせたくてさ、みたいなことを言ってたから、やっぱ見せる気はあったんだとなって、まあじゃあ見ちゃってよかったかってなった。でもあの後ちゃんとね、ベロンしてもらってね、除霊は完了したはず。てか、ラミーが急にベロンするからびっくりしちまったよ。うわーってなった。というね、ビッグ3が来た日はね、刺激的な一日だったぜ。